ガープの戦闘力は鬼神のごとくゴッドバレー全域を震撼させた。レイリーは決定的な瞬間に英雄的に芍薬を救い出した。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1161話が公開されました。タイトルは矢の雨をしのいで結ぶ恋の詩です。今週の話ではカラー扉絵と通常表紙が同時に掲載されている。カラースプレッド、読者の特別リクエスト、巨大なライオンを相手にクレーンゲームで遊ぶ麦わらの一味。クレーンゲームの中でウソップが遊んでおり、巨大なライオンと対峙している。景品のぬいぐるみは何百体ものワンピースのキャラクターで、麦わらの一味に関連した面々が揃っている。例えばルフィはシャンクス、エース、サボ、ダダン、ガープ、マキノ、レイリー、ニューゲート、ガイモンのぬいぐるみを抱えている。ナミはベルメール、ノジコ、ゲンゾー、ヘラデウス、ネフェルタリビビのぬいぐるみを抱えている。ゾロとジンベエはドリー、ブロギー、サウロ、白星の巨大ぬいぐるみの上で眠っている。サンジはゾロに向かってバギーのぬいぐるみを投げる。トニーとニーチョッパーはクレーンゲームの中に閉じ込められて泣いており、ニコロビンは彼のために祈っている。フランキーはコインが足りないことに気づき慌て、ブルックはクレーンの一部なので中に入ってしまっているというギャグ的な描写もある。鬼の子ヤマトの金稲荷第3、ボル43、英雄たちの眠る場所。ヤマト、錦右衛門、光月桃之助が祠の中で祈っており、和の国の英雄である光月おでん、光月時、伊蔵、阿修羅童子、下月光家などの名が書かれた提灯が見える。この話のストーリーはゴッドバレーの激戦から始まる。海軍は天龍陣を全力で守っている。混乱の中、奴隷たちは一時的に息をつく猶予を得た。ロジャー、ロックス、ガープの3人はそれぞれ行動していた。ドラゴンは2人の子供を抱えて避難していたが、神の騎士団のサッチェル・マトフェイ級に追いつかれる。マトフェイ級は口から光線を吐き出し、ドラゴンの腕を貫通させ、2人の子供は地面に落ちてしまった。マトフェイ級はそのうちの1人の子供を捕まえ、ガーリング星に子供がいることに驚愕する。ドラゴンは抵抗できず、マトフェイ級がとどめを刺そうとしたその時、強力な斬撃が飛び込み、マトフェイミヤを真2つにした。それはニューゲートが道を切り開くために放った攻撃で、偶然にもドラゴンを救ったのだった。リンリンが横で悪態をつく。シキとカイドウも相次いで到着する。その時、島の他の海賊たちがロックス海賊団に攻め込み、名を上げようとしたが、その背後には王直の陰謀がある可能性が高かった。ニューゲート、リンリン、カイドウ、シキが共闘し、その雑魚海賊たちを軽々と吹き飛ばす。実力はまるで次元が違った。マトフェイ級はを捕まえ、島の混乱に困惑する。ドラゴンは子供たちを奪われたことを悔やみ、シャンクスが重い瓦礫に頭を打たれて気絶するのを目にする。その頃、ガープがこちらの異変に気づき、すぐさま追撃してきて大声で叫ぶ。観念しろ、海王類とも。そして大地を貫く一撃を放ち、凄まじい覇気を爆発させた。ニューゲート、リンリン、カイドウは一時撤退を選ぶ。ドラゴンもガープの登場に気づく。リンリンはゼウスとプロメテウスを召喚し大技を放ち、再び雑魚たちを吹き飛ばした。トークではイワンコフやバーソロミュークマたちも海賊同士の激戦に気づいた。しかし煙が晴れると、ガープはまるで鬼神のように無傷で立っており、リンリンを驚愕させた。マトフェイ級は混乱に乗じてシャムロックを連れ去り、ドラゴンはシャンクスを救い出した。マンマイヤー家族の狙撃手たちはなおも奴隷を撃ち続けている。海軍側は海賊たちの動きを報告していた。ロジャー海賊団とロックス海賊団は島の両側から侵入し、中央で交戦しようとしている。海軍は天龍陣を別方向から撤退させる計画だった。シキ、銀氷、ジョン、ガンズイ、グロリオーサ、ギルバスターらは島の中心へと向かっていた。ソマーズ星は芍薬を監禁している部屋に現れ、ゴッドバレーの混乱を彼女のせいにして平手打ちを食らわせた。芍薬は必死に反抗し蹴りを入れるが、捕まって狼下棒で傷つけられる。その頃、海賊たちはすでに町に侵入していた。ロジャーとエドワード・ニューゲートが交戦し、その衝撃波で周囲の大勢を吹き飛ばした。ロックス海賊団は芍薬を救えと叫ぶ。ロジャーはレイリーに急いで救出を任せ、自分はニューゲートを食い止める。部屋の中でソマーズ星が芍薬を殺そうとした瞬間、背後に鬼神のような影が現れ、冥界へ手向けてやるよと言い放つ。レイリーが一撃でソマーズ星を吹き飛ばす。彼は芍薬から託された手紙を持って迎えに来たのだった。
二人は抱き合い泣き、芍薬は子供のように泣きじゃくり、レイリーも珍しく涙を流す。この話で最も温かいシーンとなる。外の仲間たちも感極まって涙を流し、どこか寂しさの意味も含んでいた。物語の結末では、ロジャー海賊団が芍薬の救出に成功し撤退を始める。しかし、ゴッドバレーを離れるのは容易ではない。この大戦は、まだ幕を開けたばかりなのだ。では、当時ロックスは一体どう敗れたのか？モンキー・D・ガープとゴールディ・ロジャーは共闘してロックス・DG ベックを倒したのか？結論としては、戦国は真面目そうだが口が重い、というしかない。第1160話で小田栄一郎はゴッドバレーに上陸する各勢力の場面をいくつか描き直した。さらに重要なのは彼らの来意を改めて示した点だ。ゴールディ・ロジャー率いる海賊団は芍薬を救うために来た。ロックス海賊団の大多数も芍薬を救うためであり、少数派は悪魔の実目当て、ロックス本人は妻子を救うためだった。言い換えれば、ロックス海賊団とロジャー海賊団の目的は一致しており、少なくとも対立するものではなかった。しかし、モンキー・D・ガープがゴッドバレーに来る前、彼は人間狩りのことを知らなかった。コングはガープに対して天竜人の修学旅行だとだけ告げた。明らかにコングが嘘をついたのは、もしガープが真相を知れば絶対に海軍としてゴッドバレーに協力しないと理解していたからだ。だからコングはロジャーの動きに関する情報でガープをゴッドバレーへ誘い、ガープが最初にゴッドバレーに到着した目的もロジャーの追跡だった。では、ガープが島に上陸して大量の民間人の遺体を目にしたらどう反応するか？彼の性格からすれば激怒するに決まっている。ガープは必ず犯人を追い、まだ生きている奴隷たちを保護するだろう。ここで問題になるのを、天竜人と当時の島の海軍がガープに真相を明かす勇気があったかどうかだ。彼らは当然認めず、平民虐殺の罪をすべてロックス海賊団に押し付けただろう。当時の彼らの悪名を考えれば、弁明の余地はほとんどない。妻子を救うことだけを考えていたロックスは、ガープや海軍を排除すべき障害とみなした。こうして両者は衝突したのだ。ロジャー海賊団はまず神の騎士団と交戦した。スコッパーギャバンもこの戦いで初めてソマーズ星と対峙し、神の騎士団の不死の実を破る秘策を発見した。したがって戦国の語ったことは半分は当たっていると言える。結果から見ると、当時ガープがゴッドバレーで奴隷と天竜人を保護したのは確かだ。しかし実際の動機は無差別に虐殺される民間人を守るためだった。ガープと彼が率いた海軍艦隊は当時モンキー D ドラゴンが相手にしていた天竜人を手助けして民間人を包囲していた海軍とは全く別の存在だった。それでもなお汚点は避けられなかった。これがガープが後に大将への昇進を辞退し、ゴッドバレー事件について口を閉ざした理由かもしれない。その後、モルガンズは世界政府と結託して事件の全責任をロックス海賊団に押し付け、ガープを表舞台に立てて海軍の英雄に仕立て上げた。モルガンズはその結果出世し、地方の新聞社から世界政府の協力者へと変貌した。ゴッドバレーの対戦終盤、神の騎士団は当時最強クラスの海賊たちに対抗しきれなかった可能性が高く、そこでさらに強力な戦力が介入した。例えば当時ゴッドバレーにいたジェイガルシアサターン星。さらには最終的にイムが軍庫に憑依する形で直接決着をつけた。という筋書きも考えられる。ロックスの妻子に関する秘密は最終的に暴かれ、彼の最大の弱点となった可能性が高い。神の騎士団がその後巨人国で子供を誘拐するなどの悪行を行っている点を参照すれば痕跡は残っている。だからこそモンキー D ドラゴンはルフィとの関係を徹底して隠したのだろう。これらは今後の展開で徐々に明かされていくと信じたい。この展開は本当にますます白熱してきた。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。